外は35度にもなる高温で危険だというのにお兄様が近所のスーパーまでエボの糸を買いに行くというので外の危険性を訴え外出を阻止しようとするライスシャワー。ライス、ちょっと買い物に行ってくるよ。お兄様？ライスは待っててね、そうめんでも買ってくるよ。お兄様？はっはっは、安心してくれていいよ。放射性のクレヨンのようなそうめんじゃなくてエボの糸を買ってくるからさ、赤帯や黒帯ではないけど。おう、トップバリュの悪口やめろや。自覚して食ってないとその発言は出てこない。悪いこと言わないからもう100円出してそうめんのランク上げてみろ。昨日の帰りに買っておいた見切り品のサーモンの刺身を漬けにしてあるんだ。これで漬けサーモンのそうめんにしよう、美味しいぞ。お兄様。わー。お兄様、ライス許さないよ。イボの糸の何が不満なんだ。違うよ、論点はそこじゃないの。どういうこと？ダメだよお兄様、お外に出るなんて。なんで？お外は35度もあるんだからザコザコお兄様じゃ瞬殺されちゃうよ。ザコザコって。何のためにルーラーさんが危険を周知するためにボコマーしてると思ってるの？ボコマー？お兄様は日本の夏を侮りすぎじゃないかな。日本の夏、ボコマーの夏。そうか、もうボコマーの季節か。鹿島のせいでマーチリッキーがボコマーリッキーって呼ばれてるの最高にイメソンで好き。鹿島のせいじゃなくて温暖化が進んだ地球のせいなんだよな。おいおい、ライスこそ俺を侮りすぎじゃないか？これでも俺は中央のトレーナーなんだぞ。暑さなんかにやられるようなザコザコトレーナーじゃないさ。お兄様はザコザコトレーナーだよ。みんなそう言ってるもん。嘘でしょ？お兄様のことはお兄様よりもライスの方が詳しいんだよ。わかったらお外に出るなんて言わないでクーラーの効いてるこのお部屋にライスと引きこもろうね。いや、俺は買い物に行く。どうして？お外で倒れたらライスお兄様のこと助けてあげられないよ。ライスよっぽど外に出たくないのか。外は危険だからな。ライス、逆に考えるんだ。どういうことかな？この猛暑の中無事に買い物を終えて帰宅する。この過酷なミッションをクリアすることでザコザコの名を返上しようって寸法さ。そういうのいいから空調も効いてるこのお部屋でライスに絵本読み聞かせしようね。俺が読み聞かせる側なの？当たり前でしょ。お膝にライスを乗せて読み聞かせてくれなきゃライス泣いちゃうよ。でもライスって絵本作家だしライスが読み聞かせる方が自然というか。凝り固まった固定観念は色々とあれだよお兄様。色々とあれってなんだよ。絵本作家だからって読み聞かせる側に回るべきだと決めつけるのは職業によってその人の役割を一方的に固定してしまうステレオタイプ的な考え方だよ。さすがにその旧時代的な考え方は改めた方がいいとライス思うな。って論点がずれてる。今は俺が買い物に行く話をしてるんだよ。ライスはお兄様が心配なんだよ。心配してくれるのは嬉しいけどね。でもさ、ちょっと近所のスーパーまで行くだけなのにそんなに心配する必要もないだろう？お兄様、それ本気で言ってるの？本気とか嘘とかそんなレベルの話ですらなくない？買い物に行くことが危険だったらもはや生きていけないでしょ。そんな漫画やゲームの世界の話みたいに外にゾンビがうろついてたりするわけじゃないし。待って、お兄様。時間が惜しいからもう行くよ。留守番よろしくね。あ、行っちゃった。あ、帰ってきた。家の外にワニがカッポしてるんだけど。だからライスは止めたのに。ワニがいるなんて聞いてないよ。お外は35度もあるんだからザコザコお兄様じゃ瞬殺されちゃうよ。ライスは確かにそう言ったよ。言ったけどね。お兄様、もしかして会話が苦手？会話っていうのは言葉のキャッチボールなんだよ。相手の言葉を言葉通りに受け取るんじゃなくてその裏に秘められた真意を読み取ってから相手にお返事をするものなの。それがこの状況とどう関係してるのさ。お外は35度もあるんだからザコザコお兄様じゃ瞬殺されちゃうよ。ライスのこの言葉からお外がワニゾーンになってることくらい誰でも予想できると思うよ。なんだよワニゾーンって、おかしくない？ワニゾーンっていうのはワニさんが生息するのに適した温暖な区域のことだよ。そういうことじゃなくって。ワニさんはアフリカや東南アジア、オーストラリア北部みたいな暖かい地域に多く生息しているんだよ。それに川や沼や湿地みたいな水辺のある環境を好むから気温が35度もあって近所に川や池まである今のお外はワニさんにとって十分に暮らしやすい環境なんだよ。
だからって住宅街にワニが湧いてくるわけないだろ。さっきも言ったよ、凝り固まった固定観念は色々とあれだよって。水辺と高温の環境が揃っている以上ワニさんが定着しても何ら不思議ではないよ。不思議しかないよ。街全体を天然のワニ園みたいに言うな、どう考えてもおかしいって。でもお兄様、大事なことがあるの。大事なこと？いわば天然のワニ園だから入園料もかからずにより自然に近い状態のワニさんを観察することができるよ。やったねお兄様。あ、お兄様はやられる側か。ライス。ごめんねお兄様。ライスあまりにも軽率だったよ。やめてよ。マジトーンでそういうこと言うの。ともかく。うん。お外はワニゾーンになってるからザコザコのお兄様じゃ瞬殺されちゃうの。悪いことは言わないからここでライスに絵本の読み聞かせして。ただでさえ暑さで体力を奪われたところを活発になったワニさんに狙われて瞬殺されるのはライスもさすがに看過できないから。そこまで分かってたなら最初からワニがいるって言ってよ。教えてくれてたらさすがに外出を控えてたよ。お外は35度もあるんだからザコザコお兄様じゃ瞬殺されちゃうよ。その言葉から推測するのは絶対に無理だって。でもお外が危険だって分かったんだしもういいよね。ここまでって聞けるかよ。お兄様？意地でもスーパーまで行ってエボの糸を買ってくる。サーモンさんの漬けは丼にしても美味しいよ。ああ、もちろん分かってる。でもな、これはもう俺のプライドの問題なんだよ。道中をワニが遮ってようが乗り越えてエボの糸を買って帰る。きっと俺はそのために中央のトレーナーになったんだ。そんなトレーナーがいてたまるか。だからライス、止めてくれるな。俺がいなくなっても俺の魂の片割れが一人でライスを担当していくさ。お姉様は業務が増えて嫌がると思うけど。よし、覚悟完了だ。じゃあ行ってくる、無事を祈っていてくれ。最後にこれだけ伝えさせて、お兄様。この周辺の地図なんだけど。別に地図なんて見なくても近所なんだからわかるよ。政府から発表されてる最新の情報を反映した地図アプリだね。点滅している場所が現在地なのはわかる？わかるよ。周辺がワニゾーンってなってるでしょ？そうだね。少し離れたスーパーの周辺を見て。マグマゾーンって書いてあるんだけど。危険だよ、お兄様。いや、マグマゾーンって何なの？マグマゾーンはマグマさんのゾーンだよ。そうだろうけどさ。これ暑いのマグマゾーンのせいだろ。でもワニと違って生き物じゃないんだし避けて進めばいいだけじゃない？マグマゾーンはワニゾーン以上にお兄様を取りに来るよ。マグマなのに思考能力があるの？本当に危険だよ、ライスとこのお部屋にいようよ。ザコーツ、氷のロットを2本折れば倒せるだろ。リクイドフレームはマグマだった？それにマグマゾーンの奥にはサメゾーンもあるしザコザコお兄様はこのお部屋でライスと安全に暮らした方がいいんだよ。ちょっとサメゾーンは見てみたいな。お兄様、マグマゾーンに隣接してるサメさんの気持ち考えたことあるの？それはないけど。軽々しく見てみたいとか絶対に言わないでね。失礼にも程があるよ。はい。再現のサメだからマグマに潜って煉獄サメかくらい余裕だろう。サメゾーン、レアリングハート監修。エアコンもある。ネット回線もある。そしてライスもいる。これほど税を尽くした環境なんて世の中にはないんじゃないかな。税の中に堂々と自分を含めるなよ。ふふふ、お兄様の腹の虫さんが泣いてるね。なんやかんやで腹減っちゃったな。じゃあパックご飯をチンしてサーモンの漬け丼にして食べようか。それならすぐに食べられるし。やったー。ハッピーエンド。おい待て、異常化した府中を放置するんじゃねえ。きっと他のトレーナーが何とかしてくれるから。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。